最近よく見かけるデジタルミラー、実は取り付けた後に思ってたより見にくいなと後悔する人が意外と多いです。そこで今回はデジタルミラーを3年使ってきた僕が実際に使ってみて分かったメリットデメリットを分かりやすく解説して、こういう人は買うと絶対に後悔するっていうポイントまでしっかりとお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。ということで、まず最初にデジタルミラーって何かよく分かってない人に簡単に説明すると、昔からある鏡のルームミラーの上にこういうモニターをゴムバンドで取り付けて、そのモニターにリアに貼ったカメラが撮影した映像を表示することで、昭和からある鏡ではこれだけしか映らなかったものがここまで全部見えるようになるといったもの。しかも僕が今実際に使ってる最新のデジタルミラーだと広角115度で撮影できるので、昔の鏡と比べてほぼ2倍くらい視野が広がります。鏡と違うところはサイドピラーやヘッドレストが邪魔、後部座席に人乗ってでもトランクに荷物パンパンでも全く関係なくて、一番後ろに貼り付けたカメラの映像をモニターに表示してくれるので、運転がかなり快適になります。ただし3年も使ってると、ここは鏡の方がいいなとか正直微妙なところもあるので、まず先にメリットを話してから後ほどデメリットも紹介していきます。まずメリットですが、これはやはり後方視界がかなり広がるところですね。鏡のルームミラーだと車の真後ろしか確認できないところを、広角カメラのおかげでサイドミラーの視覚を含む範囲まで全部一気にルームミラーだけで確認できるようになるので、後方左右の確認がめっちゃ快適になります。そしてデジタルミラーは鏡だと自分の顔しか映らないような角度に調整すると一番見やすくなります。その角度にすると運転中の視線移動を最小にできるので、毎日の運転がさらに快適になります。もちろん最新のデジタルミラーになるとカメラも高性能になっているため、鏡では周りが暗すぎてあまり見えにくいような状況でも機械的に映像を明るくしてモニターに表示するので、夜でも周りの状況が把握しやすくなり、また夜運転している時になる後続車のヘッドライトが鏡に反射してめっちゃ眩しい問題も、鏡みたいに物理的に光が反射してこないし、モニターに映される映像も日本の大企業ソニーのセンサーが搭載されているおかげで、鏡だったら眩しすぎて後ろが見えない状況でもモニター全体が白くならずに光を抑えて普通に後ろが見えます。デジタルミラーのいいところは、モニターの角度を変えたとしてもモニターに映る映像はリアカメラが撮影した映像そのままなので、家族で1台の車をシェアして乗ってる方も乗るたびに鏡みたいに毎回自分が見やすい位置にしっかりと角度調整する必要なく、見え方が変わらないので調整も一瞬で終わります。なので3年間デジタルミラーを使って完全に慣れた僕からすると、たまにレンタカーで乗る車の鏡は普通に見にくいので、まだ鏡使ってはる方は早くデジタルミラーに慣れた方がこれからのカーライフがさらに快適でいいものになるんで圧倒的におすすめなんですが、今から言うデメリットが結構致命的にダメなところなんで、それが OK な人は買っていいと思います。それではデメリット1つ目ですが、老眼の人は買うと 100% 後悔するので買ったらダメですね。僕は老眼ではないんですが、 YouTube のコメントで買ったけど老眼のせいでピントがすぐにモニターに合わずに鏡よりも見にくくなってしまい、慣れる間もなく速攻で取り外したって人結構います。この動画以外にもミラー型ドラレコ関係のレビュー動画を大量に出してますが、どの動画でも大体コメント欄を見ると老眼コメント絶対にあるので、それほどまでに老眼の人はデジタルミラーに向いてないのだと思います。おそらくこの動画のコメント欄にも老眼の人結構来ると思います。僕も目が悪くてメガネかけてますが、まだ老眼の見え方がどんな感じか分かってないので何とも言えないんですが、老眼の方でデジタルミラー検討してる方は実際買う前に一度誰かデジタルミラーついてる人の車を試乗させてもらうことをお勧めします。2つ目のデメリットは、窓ガラスの汚れがモニター映像に直結してくるので、定期的に窓をきれいにする必要が出てきます。これは昼間ならそこまで気にならないんですが、夜運転してブレーキ踏むと汚れた窓にブレーキランプが反射して後ろが一気に見えにくくなります。特に雨の日はヘッドライトの光で汚れが目立って映像がぼやけるので、特に夜の雨の日の運転が多少見づらいかなと感じますね。これは昔からある鏡でも同じことですが、ちょっとそこが気になると思います。なので定期的に洗車してガラコで油膜を落として窓ガラスをきれいにしてあげれば、いつでも快適に運転できるので、車が汚れたなって思ったら洗車してあげてください。
意外と油膜取りとか窓の綺麗な拭き方って知らない人が多いので、ちょっと前にプロが教える完璧な油膜落としの動画も作りましたんで、概要欄に置いておくのでぜひ参考にしていただければと思います。デメリット3つ目は、鏡と違って後続車との距離感がつかみづらいところ。昔からある鏡とデジタルとでは見え方が全然違うので、デジタルミラー取り付けた日は違和感しかないと思います。最新のデジタルミラーでは画面ワンタッチで鏡の見え方に近づけるズーム機能もついてるので安心できますが、せっかく広角で撮影できるのにあえて狭く表示するのはもったいないんで、個人的には一番広角の状態で使って早めにデジタルミラーになれるのが一番いいと思います。取り付けて1週間もすればなれると思いますが、ここで自分には合わないなって人が結構出てくるので、先ほども言いましたが買う前に試乗した方がいいです。デメリット4つ目が、デジタルミラーの見やすさはカメラの性能に依存する問題ですね。アリエクとか見てるとめっちゃ安いデジタルミラーありますが、だいたいそういうものはカメラが 30fps といって1秒間に30枚の写真を連続表示することで動画にしてるんですが、最新機種になると倍の 60fps、 1秒間に60枚の写真をパラパラ漫画のように連続で表示して動画にしてるので、 30fps の倍の滑らかな映像をモニターに表示できるので、違和感や変なラグなどゼロで運転できます。30と60って実際使ったら明らかに60の方がモニター見やすいので、今から買うなら 60fps がおすすめです。一つ言うのを忘れてましたが、もしデジタルミラーが故障して走行中に映らなくなったらどうするんですかって人いますが、ほとんどのデジタルミラーはモニターをオフにすると iPhone の画面オフにした時と同じ感じでディスプレイに反射して後ろが見えるようになってるので、もし電源落ちても鏡として使うことができるので安心してください。デメリットについてまとめると、老眼の方、洗車がめんどくさい方、普段からあまりスマホなどの画面を見ない方だと、買って取り付けたけど見えにくいから鏡で良かったわってなるんで、絶対に買ったらダメですね。買うにしても試乗してからじゃないと 100% お金無駄にします。ここまでいろいろとデメリットもお伝えしましたが、今回実際に取り付けた MaxWin の最新モデルのデジタルミラーだと広角115度も撮影できるので、ルームミラー単品でサイドミラーの役割もできて、さらに 60fps の超滑らかな映像、ソニーのセンサー搭載で夜も白飛びしなくてモニターに映る映像も昔の機種と比べてもかなり綺麗になってるので、取り付けてから1ヶ月ほど使った感じ、このクオリティでこの値段なら正直かなりコスパ高めなので、初めてのデジタルミラー選びで迷ってるならこれ選べば間違いないと思います。取り付けもシガーソケットから電源を取って、あとはケーブルを車の隙間に隠せば終わるので、業者にお願いしなくても自分でも全然取り付けできます。ただ値段が安い分ドラレコ機能はついてないんですが、これが逆にメリットで、ミラー型ドラレコのカメラって最近出てきた 4K ドラレコとか GoPro レベルの綺麗な映像を撮影できるタイプと比べると画質は正直悪いので、絶対に事故の証拠を取り逃したくない、相手のナンバーを絶対に撮影したいって人は、僕が少し前に紹介したカメラが回転する 4K ドラレコと今回の MaxWin のデジタルミラー、この2つを組み合わせて取り付けるのが最強かなと思います。ミラー型ドラレコはいろいろなものが出てますが、やはり画質に特化したタイプにはまだ勝てるのはないので、2個付けるやり方がいいかもですね。モニターから出る配線が意外と目立つので、それが嫌な方は純正の鏡を丸ごと外して交換するタイプなどもあるので、それも選択肢に入れるのもいいかなと思います。今回実際に取り付けて1ヶ月使った MaxWin の最新のデジタルミラーやその他のおすすめ機種は動画の下にある概要欄に詳細を書いておくので、ぜひ参考にしてください。この動画が参考になったなと思った方はチャンネル登録かいいねを押してもらえるとモチベーション上がるのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画で最後までご視聴いただきありがとうございました。